こんにちは、七味 ZR です。マーシャルアーティストオイルバラージビルドを更新しましたのでご紹介したいと思います。まず1個目の変更として大きいのは、この手袋を変えました。前は凍結で攻めてたんですが、マリガロが落ちたんでこっちに変えてみました。そのまま凍結で行くのもありかなとは思っています。マーシャルアーティストの石の拳の効果によってマリガロを入れるとアタックのクリティカルヒット率は 39% になるっていう、この固定値になるクリティカルがやりやすいなと思いまして、クリティカル構成に変えてみました。他にも、猛攻も得られますし、クリダメも上がるんで、結構いいかなと思っています。間違ってるかもしれないんですけど、ここの数値は多分元の値のクリティカルヒット率、ここに依存してんのかなと思ってます。これが高いものだったら、ここの値も高くなるのかなと思ってます。2ソケットのものですので、1個目にガディガンのケージっていうのを入れて、もう1個のソケットにジュエルがはまるようになってます。こっち側にジュエルを入れてあります。さらに指輪、新しい指輪、グラスピングリング。これで、手袋のソケットがあるんで、ここにシリウスのアイドルでアタックスピード増加を入れてあります。1個目はこの変更ですね。氷からクリティカルに変えたっていう部分です。次にアミュレットを変えました。これも新しいやつだと思うんですが、元からエターナルレイジをもらえるということで、スピリット100相当の価値がある。その代わりモッドがつかなくなる感じですけれども、これを採用しました。今現在スキルレベル18のものを使っています。筋力が137必要なんですけど、私は、足りていません。足りてないですけど、これは機能しています。分度上がっています。これによってスピリットを節約できましたので、その分バーサークを入れました。分度効果増加です。で、ダメージアップとなっております。バーサークを入れるのに、これライフが減るんで、カオスイノキュレーションも入れました。これ前のオラクルと一緒です。ライフは1になるんですが、混沌ダメージと出血に完全無効化。バーサークはスタックごとに毎秒ライフの 0.1% を失う。私の場合、分度50ですので、毎秒ライフの 5% を失うだと思います。ライフ自体1なので 0.05 ですね。ですので、前と同じく苦痛のところに毎秒ライフを自動回復するものを入れました。おそらく毎秒1回復すればいいんじゃないかなと思います。アミュレットはこんなところです。次は鎧の変更です。忘れられし慣習、これを入れました。防御面的なところですね。スピリットベセルがついてくると。スピリットベセルはソケットされたクマ、ウェアウルフおよびワイバーンスキルのコピーを使用する。ここに入れたものの、コンパニオンができるっていう感じだと思います。そこにロミラの報いを入れて、ダメージを 10% 肩代わりしてくれるようになっています。単純に、ウルフもおとりになってくれるんですが、もう一匹おとりが増えるんで防御面的にいいかなと思っています。あとは、もう一個の指輪の方ですね。前はスピリットを稼いでいたんですが、単純にダメージアップのものを入れました。代わりに頭にスピリットを入れて、ヘラルド・オブ・サンダーを入れられるようにしました。予算がない方はスピリットなしでいいと思います。その場合はヘラルド・オブ・サンダーを諦めるっていう感じです。戦えないわけではないです。あとはさっきのこの凍結をやめたんで、ヘラルド・オブ・アイスからヘラルド・オブ・アッシュに変えた。そんなところですね。細かい変更はもっといろいろありますが、そんなに大きなものではないです。スキルジェムについて説明していきます。連動。これはワイバン形態の方ですね。アタックスピード増加に、灼熱のクリティカル。クリティカル構成になったんで、クリティカルヒット率 39% なんで、この辺のバフを得られる機会も増えているんじゃないかなと思います。チャージブースト、
チャージ温存、持続時間延長2、フォローフォーカス、マーシャルアーティストのアセンダンシーです。クールダウン解消2、持続時間延長2、ノックバック、効果範囲拡大2、盲目2です。これはおまけですね。スピリットベセル、ルナーアサルト、ミートシールド2、ミニオン巨大化、ロミラの報い。おとりになってもらうのとダメージを 10% 肩代わりしてもらうためです。エターナルレイジは何もなし。主力となるオイルバラージ、サルボ、ノバの投射物1、長弾2、分岐、ヒットエンドランです。これは前と変わってないですね。パウンス、ブルータスのノー、クールダウン解消2、コスト軽減2、灼熱のクリティカル、死の呪印。前、凍結の呪印だったんですが、死の呪印に変更しています。デバウアー、パワーチャージを得るためのスキルです。アタックスピード2、スリルオブキル2、チャージ追加付与2、灼熱のクリティカル、ソウルドレイン、フェロシアスロア、反響の位、効果範囲拡大2、コスト軽減2です。これ多分前入れてなかったと思います。ウィンドダンサー、元素武装2、アンブッシュ、霊気の暴露、スーパークリティカル、盲目2です。サベージフューリー、バフですね。対ボスで使います。持続時間延長2。ここは武器セット後で説明します。ヘラルド・オブ・アッシュ、ヒーマスタリー、スイフト・アフリクション2、効果範囲拡大2です。バーサークは何もなし。ヘラルド・オブ・サンダー、元素武装2、効果範囲集中、ロングショット2、雷マスタリー、スーパークリティカルです。マリガロによるクリティカルヒット率の下がりがないんで、スーパークリティカルお得なので入れてあります。ウィンドダンサーのアンブッシュ、フルライフ状態の敵に対するクリティカルヒット率が 100% 上昇する。これマリガロで、機能するかどうかなんですが、項目を見ると、ここに一応表示されてるんで、効果あるのかもなっていう感じで入れてあります。武器セットについてです。シュレッドは使っていません。連動は項目ありません。フォローフォーカスは両方オンです。スピリットベセルも両方オン。エターナルレイジ項目なしです。オイルバラージ武器セット1です。パウンス、1と2両方オンです。狼が消えちゃうんで両方オンです。最初からこれ入れてると狼増えないんで、狼が6匹になるまではこれ外しといてください。デバウアー武器セット2、フェロシアスロア武器セット2、ウィンドダンサーは両方、サベージフューリーは2です。ヘラルド・オブ・アッシュが1、ここが対になっています。30スピリットをこの2つでうまく切り替えて使っています。バーサークは両方オン。ヘラルド・オブ・サンダーも両方オンにしています。パッシブです。概要欄のリンクから見ていただいた方が見やすいです。ざっとお見せするだけにします。上、シールドまで取りました。凍結関連を外してクリティカル持ったり、この辺ジュエル伸ばした感じです。ジュエル関連は進行のプリズム、オイルバラージのスキルレベルが上がるものを入れてあります。オイルバラージのレベル3はちょっと高いんで、予算がなければ2でいいと思います。2だと10紙ぐらいで買えるんで結構お得だと思います。ここは井戸の心臓です。移動スピード、繰りダメ、ダメージ系、あと回避が上がるものが入っています。ここはシールドとダメージ、
あとスキルスピード関連です。ここはメガロマニアックを入れてあります。原子の奮闘のメガロマニアックが安かったんで、これを入れました。代わりにアミュレットの割り当ては他のものに変えました。アミュレットの割り当ては、ここですね、シェイプシフト状態の間、スキルスピードが 10% 増加する。前はこっちの方入れてましたが、メガロマニアックが安かったんで、ここをメガロマニアックで賄うようにして、別の割り当てを入れました。説明は以上となります。攻撃的にはピナクルボスを結構早く倒せますし、200% のデリリウムもいい感じでこなすことができています。また防御面でも結構優秀なんで、最近は結構死んでないですね。今レベル98の 12% まで来ています。0.4 でやってたオラクルよりもこっちの方がだいぶ気に入っています。興味がある方はぜひやってみてほしいです。では今回の動画はここまでにしたいと思います。ご参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。